どうも、豊丸ビルドです。今日は、薪ストーブの修理というか掃除をちょっとしていこうかなと。2009年に買ったんで10年使い込んでましてですね、先日ガラスが割れてしまいまして、こんな感じで割れちゃったんですね。これ落っこちて割れたっていう、自然に割れたわけではなくて、その製造メーカーに聞いたら自然に割れるよと。あれが掃除の仕方が悪いと2年ぐらいで割れちゃうよと。こういうところも汚いし、ガラスの張り替えと一緒に掃除もやっていこうと思います。では使う道具です。オリーブオイルと雑巾、食品油を使うといいということなんで、マシン油とかだと罰気するんでですね、体に良くないかなということでオリーブオイルを使います。次はほうきとちりとりですね。これもあれ掃除するのと、大きいのと小さいのがあったらいいかなと思いつつも、小さいのを使わなかったです。でも使った方がいいかなとは思います。はい、これ非常に重要ですね。スコップと、あと金属のバケツ。金属のバケツはですね、どうしても灰を入れるのにこれ使うんですけど、熱を持ってることがあって、ポリとかプラスチックでできたバケツを使うと溶けたりするんですね。で、48時間は灰を出したら置いてくださいっていうのが普通ですけど、うちはそれでも怖いので、山ですから山火事になったら大変なんでですね、72時間ほど空けてから捨てるようにしてます。はい、次グローブ。グローブここちょっと2種類ありますけど、私は右の薄いやつでも結構ガンガンやっちゃってます。で、厚手の方がいいのかなと思って、以前はですねこの赤いやつ使ってたんですけど、貧乏症なんで高いのが嫌だということで、安いこの、白いやつでやってます。はい、最後に耐熱スプレーでしっかり塗装します。ここで注意。耐熱スプレーっていうものを必ず使ってください。男前桃太郎で買いましたけども、普通のホームセンターでも売ってます。で、これ普通のスプレー使うと燃えちゃうので、火が入った時ですね。ですので必ず耐熱スプレー使ってください。あとは周りに塗料かかるといけないので、養生っていうのをします。マスキング付きのシートと、あとマスキングですね。はい、最後におさらいです。左から金属のバケツとスコップ。これ灰かき出します。で、次がオリーブオイルと、雑巾と。で、これは外側をきれいにするときに使いますね。で、真ん中が耐熱スプレーと養生と。周りをきれいに覆ってこれでスプレーすると。あとはほうき、それとちりとりですね。掃除機もあった方がいいかもしれないですね。私は掃除機は使ってませんけども、冷えてる時に使うといいでしょう。はい、では掃除していきます。灰を取っていきます。これ扉外してありますけども、扉外した方がですね、開口部がすごく広いので、私は外しちゃってます。で、先週1回掃除してるんで、ちょっと早いんですけど、もう1回掃除してます。だから灰はあんまり出てないですね。で、これちょっと残すのがミソですね。熱が下に落ちちゃうんで、落ちるっていうか直接熱が下に行くので、下の方がやられちゃうっていうことがあります。私これで低温火災っていうのをやりましてですね、大変なことになりましたんで、必ず灰をちょっと残しましょう。で、ここ止めました。これ奥見てるのは何かっていうと、奥の方に灰が溜まってることがあって、灰が溜まってると、トレイを奥に入れた時に灰で奥まで入らないんですよね。で、表の蓋が閉まらなくなっちゃうことがあるので、しっかり見てください。はい。で、奥に何もないようなので、トレイを戻しました。蓋をキッと閉めますと。で、もうちょっと灰取ってみて、もうこれでいいのかなということで、では落ちた灰を今度は掃除していきます。もうほうき使ってピャピャピャっと掃除していくんですが、ここら辺からちょっと早回して、これ別に手が早いわけじゃないんですよ。5倍速でやってます。ずっと吐いていくんですけど、下の方が割とですね、結構ホコリに溜まるんですよ。ですんで割と念入りにやった方がいいのかなと思います。周りの方も灰を取っていくと。ホコリがですね、燃えたりするんで、気をつけてください。はい。ではここでメルちゃんの我が家の愛犬とカメラ目線だったんで止めておきました。挨拶終わったかな。ほい。ではと、
この次、オリーブオイルいっときます。これちょっとですね、少なかったですね。もっとガバーッとやってですね、やってもいいかもしれないです。掃除は必ず水は使ってはいけないです。水厳禁。水使うともうみるみる錆びるんで、本当に見てるうちに錆びますから、水は使わないで必ずオイルでやると。割とこう、なんていうのかな、表面はあまりやんなくても、くぼんだとことか、天井とかを重点的にやってます。で、これですね、オリーブオイル使ってやった後に、すぐスプレー吹いちゃいますけど、全然問題ないです。はい。では、ドアをつけました。ちょっと男前になりましたかね。はい。次は、これ舐めてるんですけどね。あっち行ってくれよ。はい。次はマスキングを行います。ハンドルを握るところがちょっと金色になってるんですけど、真鍮でできてますね。で、そこは、黒くなっちゃ困るんで、マスキングをしておきます。あと、内側ですね。私の場合ですね、ガラスが割れちゃったんで、ガラスがないんですよ。ですから、ガラス、後でこれ作ってちゃんとつけますけども、そこをマスキングして中にスプレーした時に入らないようにしておかないと灰がうわーって巻き上がるじゃないですか。なので、この辺はしっかりやっとこうかなと。はい、これで中に入らないようにしておきました。次はですね、はい、養生をしていきます。これホームセンターで売ってるマスキングと、ビニールシートがくっついたもんで、これすごい便利なんですよ。こういうなんていうの、普通こういうとこやろうとすると新聞紙貼ったりしますけど短いし、それを貼っていくの結構手間ですけど、これガバッと上にこうやって貼っていくとこんな感じで下に伸ばせるんですね。でこれやたら短いのはもっと長いのも売ってるんですけど、短いのはなぜかというと、私は、モデラーなので、これで飛行機とか乗る時にこれ使うんですね。めちゃめちゃ便利です。これがなかった時はもうマスキングですごい時間かかったんですけど、で、一通りこんな感じでひょいひょいっともう貼って下に伸ばすと。で下に伸ばし終わったら今度は床の方もしっかりこれマスキングしておくと。で足のところは切れ目入れてですね、ちゃんと足を避けて、で後ろの方はマスキングテープでペッペッとこう留めてですね、後ろにも回り込まないようにすると。でこれでさらに新聞紙を使いまして、後ろの方に回り込まないように、どうしてもマスキングシートというか、養生しきれなかったところがあるので、そこに、塗料が飛ぶのが嫌ですから、新聞紙をこうやって丸めた感じでやっとくだけでもしっかりと折れますから、これ新聞紙もやっといた方がいいと思います。はい、これでおおむね養生は終わったかな。はい、では男前スプレー、違った、なんだっけ、そう耐熱スプレーやってきます。耐熱スプレーは、こうちょっと全体的にまぶす感じっていうか、あんまり一箇所にダマにならないようにやっていくのがコツなんですけど、さっきも言った通り私モデラーなのでこの手の作業慣れてるんですよ。なので、割とこうシュシュシュとやってますけど、コツはですね、ちょっと外側の方から吹いて、中にこう吹きかけていくというか、あんまり一箇所にまとまらない、常に動かすという感じで、左から吹いたり右から吹いたり上から吹いたり下から吹いたり、とにかく視覚がなくなるように吹くっていうのが、コツだと思います。これですね、1本でどうかな、これぐらいのストーブだったら2回ぐらい塗れるぐらいあります。金額は、1500円ぐらいだったと思いますけど、ちゃんと調べて、備考欄の方に書いておきますので参考になさってください。はい、だいたいこれ5倍速でやったんで所要時間5分ぐらいです。はい、では剥がしていきます。はい、どうでしょう。実はこの画像を撮り直してましてですね、少し汚れが、もうついちゃってるんですけど、暗くて撮り直しました。ただどうですか、これを撮る前よりもやっぱり明らかに新品臭というか、
表面とかすごく綺麗になってますよね。なんか横のね粘土をくっつけてみたいなところ本当はねあそこガラスがはまってたんですよ。で割れちゃったんで、あそこは耐火セメントだったかな、耐火パテだったかなで閉じちゃいましたが、いずれちょっと機会があったらここも直したいなと思います。で、ガラスがなんかはまってないように見えますけど、これガラスはまってるんですね。本間さんから新しいガラスを買いましてですね、これは次回のムービーで、ここを全部張り替えるやり方っていうのをちょっとご紹介したいと思います。なんか本間さんに聞いたら早い人だと1年か2年で終わっちゃうというふうに言ってましたけど、私はこれ10年持たせました。でえらく褒められたんですけど、持たせたっていうより持っちゃったっていうか、ほとんど掃除しなかったんで持っちゃったんですけど、これ綺麗な状態で結構ね簡単に保てるんですね。ですんでその方法も次回のムービーでご紹介しようと思います。で1年2年で割っちゃう人、これ原因はこれ掃除のしすぎ、クレンザーとか使うと細かい傷が入って冷えてる状態から一気に燃やして温度が上昇するんで割れちゃうんですよね。私が割れちゃったのは単純に内側の下の器具がですね、経年劣化というか炎で劣化しちゃったんで、冷えたり冷めたり冷めたり冷えたり同じか、冷えたり温まったりして金属ってやっぱ劣化しますからですね、そういうところもチェックしなきゃいけないんだなと思いました。落ちてなければ多分まだ持ってたと思います。はい。ネジの外し方とか多分参考になると思うので、次回もぜひご参考になさってください。ではでは。